でお昼を食べながら次の配信の打ち合わせね。この頃は忙しくてなかなか全員で集まれなかったから楽しみだわ。持っていくものはお弁当、水筒とスマホ忘れ物はないわね。愛梨ちゃん。雫？今日はみんなで屋上に集まる日だよね。愛梨ちゃん、もう行ける？屋上。ごめんなさい。すぐ準備するから。愛梨ちゃん、大丈夫？え？なんだかいつもと違って元気がないように見えるの。何か私で力になれることはあるかしら？心配してくれてありがとう。でも、前に言ったでしょ？しばらくは役作りのために、みちるの気持ちになって過ごすって。はっ！なるほど。それで雫が勘違いしちゃったんだ。前に愛梨ちゃんから説明してもらってたのに。雫ちゃんの気持ちわかるよ。愛梨ちゃんが元気じゃなかったら私も心配になるもん。そうなると思ったから事前に説明したのよ。でも初めて聞いた時は驚いたな。愛梨が日常生活の中で役作りをするって。まあね、前に天馬くんからアドバイスをもらったことがあるのよ。自分と全然タイプの違う役を演じるとき、どうやって役を掴んでいったらいいのかって。その中で今の私に一番向いてそうな方法をやってみることにしたの。本当にすごいわ。話し方も仕草もいつもとは全然違うんだもの。日常生活の全部をみちるならどうするかって考えながら過ごしてるのよ。話し方も表情も振る舞い方も全部ね。そこまで考えなきゃいけないんだ。でもそれだとずっと気が休まることがないんじゃないかしら。でも不思議と辛くはないのよ。少しずつだけど手応えも出てきてるし。それにもっと早くやっておくべきだったって思うわ。もっと早くに？今までも役の気持ちについては真剣に考えてきたし、自分なりに理解したつもりだったわ。でもやっぱりそれは表面的なものだったのよね。だから監督にも桃井愛理の演じるみちるになってるって言われたんだと思うの。性格が違えばちょっとした振る舞いもガラッと変わるはずで、手の動きだったり視線の動かし方だったり話し出すタイミングも一つ一つ上げるとキリがないくらい。それを全部想像だけで再現できるほどの才能もテクニックも私にはないわ。ちゃんと役の気持ちを深くまで理解してそこに自分を重ねていくしかない。そう覚悟が決まったからこの方法を試すことにしたの。愛梨ちゃん。これで他の出演者の演技に近づけるって保証はないけど、でも泥臭くても何でも私にはこういう体当たりの方法が一番合ってる気がするのよね。今までだってずっとそうだったもの。そうだね。愛梨は変に考えすぎたりひねったりせずに正面からぶつかった方がいいと思う。あら、なんだか含みを感じるセリフね。
褒めたつもりだったんだけどな。私もはるかちゃんと同じ気持ちよ。雫まで？愛梨ちゃんはいつだってまっすぐでキラキラ輝いているもの。単に不器用なだけよ。さっきの雫みたいに演技の練習でみんなを驚かせちゃったりするかもだし。気にしなくていいよ、愛梨ちゃん。私たちも応援するし、役のまま過ごしても大丈夫。あ、でも疲れちゃった時はいつもの愛梨ちゃんに戻ってね。そうだね。あんまり愛梨がずっとおとなしいとそれはそれで寂しいし。ありがとう。甘えさせてもらうわ。あ、でも配信についての話し合いはビシバシ意見を出すわよ。演技するのはその後からね。じゃあ早速ミーティングを始めようか。こんなに応援してもらえるなんて本当にありがたいわね。ここまでみんなに背中を押してもらったんだもの。絶対に最高の結果を叩き出してみせるわ。人がたくさんいる廊下。みちるならきっと端の方を歩くわよね。誰かと目が合わないように視線も落として。こんな感じかしら。あら、あのお店のブラウスかわいいわね。試着してみたいけど店員さんに話しかけられたらうまく答えられないかも。こういう時みちるならきっと遠くから見るだけにするわよね。みちるは部屋に一人でいるとほっとするんでしょうね。でもきっと寂しい気持ちもあって、少しずつだけどつかめてきた気がするわ。佐原さん入られます。おはようございます。おはようございます。今日からよろしくお願いしますね。セッティングもう少しかかるので、よければそこの椅子にどうぞ。はい。なつきちゃん、また何かあったのかな。私に何ができるだろう。ねえ、待って、なつきちゃん。うるさいな、ついてこないでよ。でもあんたと話してるとイライラする。いっつもビクビクおどおどして他人の顔色を伺って、いつまで友達面してるつもり？カット。みちるのリアクションがまだちょっとオーバーすぎるかな。もっと目の演技を意識してもう一回やってみよう。はい。まだやり直すんですね。今の演技結構いい線いってたと思うんですけど。やっぱり他の演者と一緒に映るとどうしても見比べられるしね。でも桃井さん、想像以上に根性あるな。リテイク重ねても集中が全然切れないし、慣れてないとかなり疲労がたまるはずだけど。ここまでやるんだ。